監視ツール拒否した部長が3日間原因不明障害で大炎上。コスト削減。監視ツール不要。3日悩んでたの5分で解決したけど。俺は大手ウェブ系企業で SRE エンジニアをやってる30歳だ。うちの会社は EC サイトを運営していて、月間1000万人以上のユーザーが利用している。最近サービスの規模が急拡大してきて、インフラの監視体制が追いついていない状況だった。あるあるだな。そんな中、俺はある提案を上司に持っていくことにした。部長、ちょっとお時間よろしいでしょうか。なんだ。サービス規模が拡大してきたので、監視ツールの導入を検討したいんです。俺は資料を見せながら説明した。今サーバー台数が100台を超えて、手動での監視が限界になっています。で、いくらかかるんだ。データドックを導入すると年間約300万円です。300万だとそんな無駄な金は出せん。でも障害の早期発見や原因特定の時間短縮を考えると十分にペイできます。今まで問題なくやってきただろう。必要ない。ですが、お前はコスト意識が足りない。却下だ。典型的な老害だな。これは炎上の予感。このままじゃまずい。部長、もう一度お時間いただけますか。まだ言うのか。無料のプロメテウスとグラフアナならライセンス費用はゼロです。必要なのはサーバー代だけで、年間に10万円程度に抑えられます。設定に時間がかかるだろう。俺が業務時間外に構築します。業務時間がいい。残業代がかかるだろう。いえ、サービス残業で。そういう問題じゃない。お前の時間も人件費だ。それにお前が余計なことに時間を使うのは生産性の低下だ。ですが、監視がないと障害時に。障害なんてめったに起きない。起きたら頑張って直せばいい。お前は目の前の仕事に集中しろ。以上だ。これはひどい。部長、完全に時代遅れだな。イッチかわいそう。どうだった？ダメだった。完全に却下。部長、コスト削減しか頭にないからな。このままじゃ絶対に問題が起きる。そして俺はある決断をした。個人的に監視ツールを構築することにしたんだ。もし障害が起きた時、監視ツールがあれば原因を即座に特定できる。部長には内緒で業務時間外にコツコツと作業を進めた。おお、やるじゃん。これは伏線だな。まずはプロメテウスのセットアップから始めた。監視対象のサーバーにエージェントを仕込んで、メトリクスを収集するように設定した。 CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク IO、ネットワークトラフィック、あらゆる指標を記録するように設定した。次にグラフアナでダッシュボードを構築。リアルタイムでサーバーの状態がわかるようにグラフを見やすく配置した。異常を検知したらスラックに通知が飛ぶようにアラートも設定した。ついに完成した。完璧なダッシュボードが目の前にあった。これで何かあっても大丈夫。準備万端だな。まさかこんなに早く役立つとは。俺はこの監視ツールを誰にも言わず、ひっそりと運用し始めた。でもこの監視ツールが役立つ日がこんなに早く来るとは思わなかった。その日は普通の月曜日だった。朝9時、顧客サポートから連絡が入った。イッチ、大変だ。顧客からサイトが重いってクレームが入ってる。マジで？おい、何が起きてる？婚確認中です。エラーログを見てますが、特にエラーは出ていません。じゃあなんで遅いんだ？ CPU 使用率を確認しますね。でも標準的な監視ツールだけでは詳細がわからない。ほら来た。監視ツールないからわからないんだよ。全員で調査しろ。最優先だ。チーム全員で調査を開始した。エラーログには何も出てない。アクセス数も通常通りだ。これはもしかして。俺はこっそりスマホで監視ダッシュボードを確認した。やっぱりメモリ使用率が異常だ。でも今これを出すと部長に怒られる。まだ我慢だ。まだわからないのか。すみません。原因が特定できません。何をやってるんだ。急げ。部長がキレてる。でも原因わからないんだから仕方ないだろ。
昼になっても原因はわからまた顧客からクレームです。くそ。ず、夕方になっても進展なし。部長、今日は一旦帰って明日また調査します。明日も続くのか。初日はこうして終わった。これは長期化しそイッチ、早く言えよ。まだだ、まだ我慢だ。2日目も状況は変わらず。今日中に解決しろ。頑張ります。でも監視ツールなしでは原因の特定は困難だった。俺はこっそりダッシュボードを確認。メモリリークが毎日深夜2時に発生してる。これ絶対に先輩が先週追加したバッジ処理だな。部長、大手顧客の A 社からもクレームが。 A 社だと。 A 社は年間売上の 30% を占める超重要顧客だ。これはまずい。早く解決しろ。でも原因が。言い訳するな。部長、責任転嫁してるだけじゃん。監視ツール導入しなかったのが悪いのに。2日目も解決せず。明日までに絶対に解決しろ。部長の焦りが見えた。当たり前だろ。そして3日目。はーい。インフラ部の。部長の顔が真っ青になった。それは。電話を切った部長が震える声で言った。 A 社が契約解除を検討してるらしい。え、このままだと数億円の損失だ。やばすぎる。これ会社傾くレベルじゃん。どうすれば。 CTO に報告する。緊急会議だ。ついに CTO の出番が来た。もう限界だ。言うしかない。ついに反撃の時か。ワクワクしてきた。緊急役員会議が招集された。 CTO、 部長、先輩、俺、同僚が参加した。状況を報告してくれ。3日前から原因不明の遅延が発生しており、まだ解決できていません。原因は何々だ。それがログにはエラーが出ていなくて。3日間も調査してわからないのか。申し訳ありません。 A 社が契約解除を検討しているそうだな。はい。これは大問題だ。何々か打開策はないのか。沈黙が会議室を支配した。今だ。全員が俺を見た。実は原因がわかります。来た。は？お前、何を言ってる？個人的に監視ツールを構築していました。何？勝手なことを。待て、どういうことだ。3週間前、部長に監視ツールの導入を提案しましたが却下されました。でも監視の重要性を感じていたので、個人的にプロメテウスとグラフ穴を構築したんです。それで原因がわかるのか。はい、今お見せします。俺はノート PC を開いてプロジェクターに接続した。画面に監視ダッシュボードが映し出された。これは完璧に整理されたメトリクス、グラフ、アラート履歴。素晴らしいダッシュボードだ。こちらが過去3日間のメモリ使用率のグラフです。ご覧の通り、毎日深夜2時にメモリ使用率が急上昇しています。そしてその後メモリが解放されずに蓄積していく典型的なメモリリークです。なるほど。わかりやすい。完璧な証拠だな。さらに CPU 使用率も同じタイミングで上昇しています。これがレスポンス遅延の原因です。深夜2時に何々が動いている。このタイミングで動いているのは先週追加されたバッジ処理だけです。ええ、俺のバッジ。コードを確認させてください。俺はコードをスクリーンに映し出した。ここです。ループの中でオブジェクトを作り続けています。でもループを抜けた後も参照が残っているためガベージコレクションされません。完全にわかった。メモリリークだ。すみません。今すぐ修正できます。俺はコード修正を開始した。オブジェクトのスコープを修正してループ後に確実に解放されるようにする。修正完了です。デプロイします。デプロイを実行。デプロイ完了。監視ツールで確認します。ダッシュボードを見る。メモリ使用率が正常に戻りました。レスポンスタイムも改善しています。素晴らしい。完全に解決したな。すげえ。5分で解決。3日悩んでたのに。顧客にも報告します。A 社にも状況を説明し納得してもらえた。本当に助かった。部長、何も言えねえ。ところでCTO が部長を見た。
この監視ツールはいつ構築したんだ？ 3週間前です。 3週間前。はい。部長に監視ツール導入を提案した直後に個人的に構築を始めました。なるほど。では部長はこの提案を却下したのか？それはコストの問題で。コスト？プロメテウスとグラフアナは無料です。サーバー代も年間に10万円程度でした。年間に10万円か。今回の障害で A 社の契約が危うくなった。損失は数億円だ。20万円をケチって数億円を失いかけたわけだ。申し訳ありません。ざまあ。完全論破。それだけではない。3日間の調査時間、エンジニアの工数、顧客の信頼損失、監視ツールがあれば即座に解決できた問題だ。それから1週間後、部長は降格処分となった。別部署の平社員として移動することになったらしい。当然の結果。年収どれくらい下がったんだろう。先輩エンジニアも減給処分。まあメモリリーク放置してたバッジ書いたのは先輩だからな。ただ先輩本人は反省してたし、監視ツールさえあればすぐに気づけた問題だったからな。システムの問題は個人よりチーム体制の問題だよな。そして俺はシニアエンジニアに昇進、年収に100万円アップ、さらに特別ボーナス100万円。来た。おめでとう。年収に100万アップは神。ボーナス100万とか羨ましすぎる。地域企業から直々に評価してもらえたのが大きかったな。会社危機を救ったって評価された。素晴らしい判断力と技術力だった。今後は君に監視ツールの全社展開を任せる。はい、お任せください。これはスカッとする。それから全社に監視ツールを導入。プロメテウスプラスグラフアナの組み合わせで全サービスのメトリクスを可視化した。導入コストは年間約100万円。部長が反対してた金額の5倍だけど、それでも安いくらいだろ。3日間の損失考えたら激安。導入後は障害の検知が爆速になった。さすがプロだな。 CPU 使用率が 70% 超えたら警告、メモリ使用率が 80% 超えたらクリティカル、レスポンスタイムが2秒超えたら即通知。完璧な設定だな。これなら問題起きてもすぐ気づけるね。アラート設定もバッチリで、異常があったら即座にスラックに通知が飛ぶ。おかげで夜中に叩き起こされることも減った。これは働きやすくなったな。そして何より会社 A 社との契約も無事継続できた。よかったな。むしろ A 社の方から監視体制が整って安心したって言われた。信頼回復できたんだな。担当者からも感謝のメールが来た。年間数億円の契約だっけ。イッチマジで会社の救世主。ちなみに元部長は移動先の部署でも評判悪いらしい。当たり前だろ。コスト削減しか言わない上司とか最悪。俺の上司は有能な人に代わってもともと別部署の開発部長だった人で、技術的な判断を尊重してくれるようになった。理想的な上司じゃん。提案すれば予算も通してくれるし、新しい技術の導入にも積極的。最高の環境だな。今は本当に働きやすい環境だ。最高のハッピーエンドじゃん。報われてよかったな。あの時個人的に監視ツール構築しといて本当によかった。会社の許可は取れなくても自分が必要だと思ったことは行動に移すべきだな。エンジニアは技術で語るべきだよな。マジでかっこいいわ。監視ツールって本当に大事だからな。今回の件で証明されたな。システムの健康状態を常に把握できるのは SRE として当然の責務だと思ってる。プロフェッショナルだわ。コストばかり気にして必要な投資を怠ると結局もっと大きな損失を生むんだよな。その通りだわ。プロ意識高いな。今では社内のエンジニアからも監視ツールの使い方教えてくれって言われる。一致先生爆誕。社内で尊敬される存在になったな。勉強会とか開いて技術共有もしてる。完全に社内のエースじゃん。いい会社になったな。チーム全体のモチベーションも上がったし、離職率も下がったらしい。完璧じゃん。という感じでコスト削減に固執した部長のせいで会社は危機に陥ったけど、俺の技術で救うことができた。超スカッとした。最高の展開だった。一致おめでとう。これからも頑張れ。みんなありがとう。話聞いてくれて感謝だ。みんなも
変な上司に負けずに頑張ってくれ。